皆さんこんにちは。恋愛引き寄せチャンネルのさゆりです。このチャンネルではただの恋愛テクニックではなくて、理想の恋愛を手に入れるための本質的な方法をお伝えするチャンネルです。今回のテーマは、あなたの恋愛がうまくいかないのはなぜか、愛着スタイルから考えるです。恋愛が思い通りにうまくいかず、いつも同じようなパターンで失敗したり、同じような不安を抱えてしまうことってありませんか？例えば、付き合ってるのに相手が自分のことをちゃんと好きかどうか不安になって何度も確認してしまったり、逆に不安があってもそれをちゃんと伝えられず我慢してしまって辛くなったり、実はその原因の一つに愛着スタイルが関係しています。自分の愛着スタイルを知って自己理解をすることで、あなたの恋愛が大きく変化すると思います。では早速本題に入っていきましょう。まず、愛着スタイルっていうのは、幼少期に親や育ててくれた人との関係を通じて形成された他者との関わり方のパターンなんです。このスタイルが大人になってからの人間関係、特に恋愛において大きな影響を及ぼします。例えば、親があなたの感情にどう反応していたか、十分に安心感や愛情を与えてもらえたのか、それとも無関心だったり、逆に過保護すぎたりしたか、これらがあなたの愛着スタイルを形作り、恋愛パターンに大きく影響を与えるんです。大きく分けると愛着スタイルは次の4つに分類されます。1つ目が安定型、2つ目が不安型、3つ目が回避型、4つ目が恐れ型です。ちなみに動画を最後まで見てくれた方に自分がこのどれに当てはまるのかをチェックするセルフチェック診断をプレゼントします。では詳しく説明していきます。まず1つ目の安定型の人は比較的恋愛がうまくいきやすいと思います。自分の感情を素直に相手に伝えることができて、相手を信頼して相手に自由を与えることができるので、恋愛においては安心してパートナーと関係を築くことができます。この安定型の人は幼少期に親から一貫したサポートを受け取れて、困った時も適切なサポートを受けて育った人が多いです。例えば泣いている時はすぐに慰めてもらえたり、何か困った時はちゃんと親が話を聞いてくれた方が多いと思います。その結果、大人になっても自分は愛するに値するということを信じれて、自分にも自信が持てるし、パートナーとの信頼も築きやすいです。恋愛においては、例えば何か問題が起こったとしても、ちゃんとパートナーと話し合いができたり、解決策を一緒に考えることができるカップルです。お互いを支えながら成長できる関係を築けるのがこのタイプの特徴です。次は不安型です。ここからは恋愛がうまくいってない方が多いパターンになります。実は私はめっちゃこの不安型だったんです。不安型の人はパートナーに対して強い依存心を持ってしまい、自分は愛されてるのかどうかっていうことを常に相手に確認したくなっちゃうんです。そしてパートナーが少しでも自分と距離を置こうとすると不安が募って相手に過度に執着してしまうことがあります。不安型の人は幼少期に親からの一貫したサポートを受けれなかったことが多いです。例えば親が時には愛情深く接してくれる一方で、急に無関心になったり、逆に厳しく叱責されるなど、愛情が不安定だった場合が多いです。これにより、いつこの愛情を失うかわからないっていう恐れがついてしまうんです。あとは親が過干渉だった場合もこれに当てはまりやすいです。親が過干渉だと過剰な愛情を注ぎつつも子供の個々のニーズをわざとじゃなくても無視してしまうことがあるんです。これにより子供は親の期待に応えないと愛されないと感じて不安型の愛着スタイルが形成されます。恋愛においては例えば頻繁にパートナーに私のこと本当に好きって聞いてしまったり、それを試すような行動をしてしまって相手に負担をかけることがよくあります。その結果、さらに関係がギクシャクして、そしてまた不安が募るっていう悪循環に陥りやすいのがこのタイプです。そして3つ目は回避型です。このタイプは感情を抑えてパートナーと距離を置きたがります。自分が傷つくことを避けるために深い感情的な関わりを避ける傾向にあるんです。幼少期に回避型の人は親からあまり感情的なサポートを受けられなかったことが多いです。例えば子供が泣いたり不安を表すと自分で解決しなさいと言われていたかもしれません。その結果、感情を抑えることが強さだと思い込んで他者との深い関係を避けるようになります。恋愛においては例えばパートナーが感情的になった時に自分には関係ないと相手に冷たく接してしまって相手を傷つけてしまうことがあります。そして相手がさらに感情を示すとますます距離を置きたくなるっていう負のループに入ってしまうんです。そして最後に恐れ型です。このタイプの人は相手と親密な関係を望む一方で、それに対して恐怖を感じるっていう矛盾した感情を抱きます。そのため感情の浮き沈みが激しくて、関係が安定しづらいのが特徴です。幼少期に恐れ型の人は
親から一定の愛を受け取れなかったり、時には親が暴力的だったことも多いです。親からの愛情が不安定であったために、他者との親密な関係が危険だと感じるようになって、でも同時に愛されたいっていう矛盾した感情を持つんです。恋愛においては、例えばパートナーが近づいてくると不安になって、突然自分から距離を置こうとしたり、でも逆に相手が少しでも自分から離れると、急に不安になって執着してしまうことが多いです。この感情の不安定さに相手も混乱して、関係が複雑になってしまいがちです。これらの4つのスタイルの中で、自分の愛着スタイルがなんとなくわかりましたか？自分の愛着スタイルが分かったら、次にそれをどうやって改善していけばいいのかをお話しします。まず、1つ目の安定型の人は、すでにパートナーと健康的な関係を築けている方が多いですが、さらに深い関係を築く方法をお伝えします。まず方法1つ目が、パートナーに対する理解を深めることです。パートナーの感情やニーズにさらに注意を払ってみて、相手が何を必要としているのかを理解してみましょう。さらに定期的なコミュニケーションをとって、お互いの気持ちや考えをちゃんとシェアすることで、さらに強固な絆を築けます。そして2つ目は自己成長を続けることです。安定型の人でも、ただ恋愛だけに依存しないで、自分自身の成長を意識することが大切です。仕事や趣味、友人との時間を大切にして、自己成長を続けることで、恋愛とのバランスが保たれます。そして3つ目が感謝を忘れないことです。パートナーとの日常の中で、感謝の気持ちを伝える習慣を持つことが、関係の質をさらに高めます。次に、不安型を改善する方法です。不安型の人は、恋愛中に相手からの承認や愛情を強く求めて、相手が離れていくことを恐れる傾向があります。だからまずは自分自身を大切にして安心感を持つことが大切です。具体的な改善方法は1、自己肯定感を高める。自分自身の価値を相手に頼るのではなくて自分で認識するように心がけましょう。毎日少しずつでも自分は愛される価値があるっていうのを自分に言い聞かせることが大切です。例えば毎日自分が今日達成したことを書いてみて自己肯定感を高める習慣をつけましょう。2つ目がパートナーに依存しないことです。不安になって相手にすぐ連絡する前に少し立ち止まって本当に今この瞬間に連絡する必要があるのかを自問自答してみましょう。自分の不安を一時的に抑えるために相手に必要以上に頼るのではなくて不安を自分で解決する方法を身につけることが大切です。3つ目がパートナーとの健全な境界線を保つことです。自分と相手の間にしっかりとした境界線を引きましょう。たとえ恋愛関係であったとしてもお互いに独立した存在であることを忘れず相手に自分の不安や欲求を全て押し付けないようにしましょう。次に回避型の改善方法です。回避型の人はパートナーとの深い感情的な関わりを持つことを避けて距離を置く傾向があります。感情を自分だけで抑え込まずに他者との関わりを少しずつ受け入れることが大切です。具体的な方法は一つ目が自分の感情を認識して表現する練習をすることです。感情を抑えることは回避型の方にとって自然なことかもしれないけど、それは関係を深めるのに妨げになることがあります。まずは小さいところから始めて、パートナーや信頼できる友達に自分が今どう感じているのかっていうのを言葉にして伝える練習をしましょう。そして2つ目が親密さへの恐れを和らげることです。この恐れを少しずつ克服するためには、パートナーと一緒に過ごす時間を増やしたり、深い話をする時間を意図的に増やしてみましょう。最初は無理しないで短い時間から始めて、徐々にその時間を伸ばしていくことで、親密な関係に対する抵抗が少しずつ和らいできます。そして3つ目が信頼関係を築くための行動を意識的に取ることです。パートナーからのサポートや愛情を受け入れることもとっても大切です。相手からの助けを受け入れることは弱さではなくてむしろ強さなんです。例えば相手に相談したり自分一人で抱え込まずに問題をちゃんと共有することで信頼関係も深まります。そして最後に恐れ型を改善する方法です。恐れ型の人は親密さを望む一方でそれに対する強い不安や恐れを感じる傾向にあります。不安定な感情を乗り越えて健全な関係を築くためには自己認識を深めることが大切です。具体的な方法まず一つ目は感情を整理してパートナーに共有しましょう。恐れ型の人は感情の揺れが激しいためまずは自分が何に対して不安を感じているのか何がきっかけとなっているのかを認識しましょう。感情が激しくなる前に日々感情を整理するために日記をつけたり
カウンセリングやコーチングを受けるのも一つの手段です。自分の不安を感情的にならずに率直にパートナーに話して、どうすれば関係が良くなるのか、一緒に話し合う姿勢を持つことも大切です。二つ目は、信頼できる人にサポートを求めることです。恐れ型の人は、一人で抱え込まずに、信頼できる友人や家族などに相談して、感情の波を乗り越えるサポートを得ましょう。パートナー以外のサポートがあるっていうことも、恋愛関係を安定させるのに役立ちます。そして3つ目は、自己防衛の行動を少しずつ減らすことです。恐れ型の人は相手が近づいてくると突然距離を置くなど自己防衛的な行動を取りがちです。これを少しずつ減らしていくためにも最初は不安に感じるかもしれませんが、繰り返し相手にオープンな姿勢を取ることで次第にその不安も薄れていきます。いかがだったでしょうか？今回は恋愛がうまくいかない原因の一つとして愛着スタイルをテーマにお話ししました。理想の恋愛を引き寄せてうまくいくためには、まずは自分自身をちゃんと理解した上で、パートナーと関係を築いていくことが大切です。今回の内容が少しでも皆さんの役に立てれば嬉しいです。最後に自分がどの愛着スタイルに当てはまるのかをチェックできるセルフチェック診断シートをプレゼントします。概要欄の LINE に登録して愛着スタイルと送ってください。また現在期間限定先着順で恋愛がうまくいかなくて困っている方にコーチングセッションを無料でプレゼントしています。こちらが気になる方も概要欄の LINE をチェックしてみてください。これからも理想の恋愛を引き寄せるためのどこよりも詳しい本質的な内容を発信していくので、ぜひチャンネル登録と通知の設定をお願いします。また今回の動画が良かったなって思う方はグッドボタンを押して応援してくださるととっても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。